皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、世界から注目が集まっている中国全土に広がった白紙運動の影響について動画を作成してみました。ご存知の通り、今回の白紙運動と言われている抗議活動は、直接抗議文を掲げるよりも意味深いものとなっています。白紙の紙を掲げることで何を言わんや、ということですよね。こうした抗議方法は、分かりやすいシンボルとして中国のみならず世界中にも広がり、日本においてもその運動は展開されました。また、世界中に散らばる中国人が中国国内で運動している人たちを応援し集まっていますので、ますます世界中の人たちが注目することになっています。しかし、習近平はこのような運動が広がることを恐れているため、警察や武力警察を使って抑え込む動きになっています。結果、白紙運動自体は沈静化に向かっているようです。というのも、習近平はゼロコロナ政策ならぬゼロ白紙運動政策を実施し始めたからです。第2の天安門事件になってもおかしくない状況ですが、1989年の天安門事件のような非人道的な制圧を行うと、世界からの非難がひどいことになり、得策ではないと判断していると考えられます。では、放っておくかというと、そんな甘い政権ではありません。中国では大中華思想というものが DNA に根強く刻まれています。わかりやすく言うと、力で勝っているものがそうでないものを見下し、反抗しようものなら徹底的にボコボコにするという考え方です。事実、中国共産党政権というのはこういった悪しき伝統文化に根ざした統治を行っています。つい先日行われた第20回党大会において、習近平が異例の3期目の国家主席になりました。習近平は毛沢東時代のように個人崇拝を推し進めています。ということは、今回の白紙運動で叫ばれている習近平退陣要求については、絶対許されるべき行為ではないわけです。しかし、その運動を制圧させる方法として、天安門事件のような対応はできない。では、どう対応しているかというと、ゼロコロナ政策でやったような根こそぎ逮捕、隔離を実行し始めています。その方法は、SNS の監視システムを使用することは当然のことですが、なんと私服警官が地下鉄、バス、ショッピングモールなど至る所で監視し、逮捕をしています。当然、私服警官の独断と偏見で逮捕しているので、白紙運動には全く参加していない市民、大学生も逮捕されていることでしょう。12月6日時点でなんと2万5,000人の大学生、一般市民が逮捕、隔離されているそうです。今回の白紙運動によって、部分的にゼロコロナの隔離を解除された地域もありましたが、このような負けを共産党が認めるわけがありません。一旦引いたように見せかけて、さらにゼロ白紙運動政策を強化していくことになるでしょう。事実、中国の各所で隔離施設の増設が推し進められています。この事実は別の理由からも展開されているのです。別の理由とは、地方政府の利権絡みだと言われています。つまり、中国の地方政府の財源は、主に土地の使用権の販売にあります。ところが、周知のように中国の不動産業界は事実上崩壊しております。銀行も融資できない状態ですし、極端なゼロコロナ政策によって中国経済も崩壊と言って良い状態にあります。よって、地方政府の財政は中国全土全部と言っていいほど赤字になっており、公務員の給料さえ払われていない状態です。過去に支給されたボーナスを返還しろという命令も出ています。日本では考えられない対応ですが、これが独裁国家なのでしょう。この状況では、地方政府にはびこる中国共産党指導部には利益がありません。利益がないという言い方は少しおかしいですが、それほど腐敗している状態なのです。その利権問題を解決する方法として取られているのが、ゼロコロナ政策による隔離施設の新築工事です。その財源を地方債で賄い、横領というパターンでしょう。隔離された者は実費で隔離施設の宿泊代、食事代を払わされますから、それを私腹を肥やす財源とするのでしょう。本当にめちゃくちゃな状況です。ところで、今回のゼロ白紙運動政策によって逮捕された数万人の運命は一体どうなるのか。常軌を逸した宿泊代、食事代で経済的圧迫を強要し、その挙句には体の部品取り対象になるかもしれません。実績があるだけに恐ろしい限りです。また、世界中に存在する反体制派を根絶やしにするため、世界各国に中国警察の派出所を創設しています。海外110番と言われるこの施設は、
主権国家なら認められるわけがないわけですが、そんなことはお構いなしです。我が国日本にもその派出所があるとのこと。これは日本の治安維持にかなりの脅威となりそうです。このことについてはまた別の動画を作成しようと思います。そしてもう一つの中国ならではの事情として、簡単に軍隊を投入できない事情もあるようです。全国に広がる白紙運動の制圧に対して軍隊による実力行使ができない理由は、世界からの非難を受けるというリスクを避けたいということもありますが、実は軍隊が反体制派側に寝返って習近平政権の転覆につながることも恐れているのです。中国という国はあまりに国土が広く、民族構成も複雑であり、先ほど述べた大中華思想によってボコボコにされた民族からの恨みも溜まっていたりと、決して愛国心や共通の国家間で形成された国家ではありません。中国人民解放軍というのは利権を握らせることで服従しているという側面もあり、まさに三国志時代の山賊の集合体だと考えると分かりやすいかもしれません。以上の理由から迂闊に人民解放軍を出動させることもできないと思われます。いずれにしても中国情勢からは目が離せない状態にありますね。今後も激変する状況についてウォッチしていきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回の白紙運動によって中国共産党がすぐ崩壊するということではないかもしれませんが、間違いなく大きな変化の兆しを確認することができました。今後の展開は今までのような鎮圧されて終わるという展開では済まなくなると思います。実際人民の不満はもう臨界点に達しており、今まで騙されてきたことに気づき始めています。こういった時代の流れを見て感じることは、今だけ、金だけ、自分だけと考える人たちの割合が増えてくると、人々の幸福度は下がり、世の中が乱れてくるということです。そのような体制になりやすい社会主義国、共産主義国の寿命は70年と言われており、ソ連もそうでしたが、その国民の国家観というものがいかに大切か分かりますね。日本という国家が2600年以上も続いているその理由は、他人を思いやる文化、共存共栄という価値観が継承されているからだと思いますし、人間の幸福度というのは他人に喜ばれる存在になるということに尽きると思います。一方で中国などの社会主義、共産主義はその理想とは真逆に一部の人間のみが私腹を肥やし、それがバレないように他国からの情報を遮断しています。おそらく圧政に苦しむ人民がどこかのタイミングで覚醒し政変が起きるというパターンになると思いますが、そういった意味で現在の中国が抱える少子高齢化の問題や経済崩壊の問題など、ありとあらゆる方面の問題が噴出している状態になってきましたので、今回の白紙運動によって大きな変化が訪れることになるのではないでしょうか。私たち日本人にとっては、中国共産党の政策の詳細に対して注視し、その考え方、対応方法を知った上で、日本の安全保障を考える必要があると思います。以上で、今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。